夏のひととき、贅沢に芸者。また京都に行ってこよっかな。皆様こんにちは。今私は羽田空港行きの電車に乗っております。周囲の空席が羽田空港まであと2時間かかることを見事に物語っていますよね。羽田空港に到着しました。2時間座ったままも結構きつかったですね。今回も ANA が中心の第2ターミナルから出発します。飛行機の出発まで時間がありましたので、パワーラウンジで一休みすることにしました。パワーラウンジはいわゆるクレジットカード系の空港ラウンジです。指定されたクレジットカードのゴールドレベルでしたら無料で利用することができますよ。とても広い羽田空港には第1ターミナルでも第2ターミナルでもいくつかのラウンジがあり、時間の余裕があれば行ってみた方がいいですよ。利用できるクレジットカードに関しましては羽田空港の公式サイトをご覧くださいね。ただラウンジ内では出発案内のモニターがあっても音声では伝えてくれませんので、利用した時は時間に注意しましょう。今回は60番スポットからの出発です。搭乗する便は ANA17 便伊丹空港行き。ただ出発時間になっても搭乗は始まらず、メンテナンス作業に手こずっていたようですね。出発時間から30分過ぎた頃に搭乗が始まりました。窓側席は取れませんでしたが、中央の4席を夫婦で独占することができました。しかもシートテレビ付きの機材となります。割と映画も入っていますが、羽田伊丹線は飛行時間が短いので、映画を見始めても最後までたどり着くことができません。残りを帰りの飛行機でと思っていても、帰りの飛行機にシートテレビがついているとは限りませんですしね。今回登場したのは ANA のボーイング777-200型です。普通席は一昔前までシートテレビはついていませんでしたが、一部の機材が座席数を減らしてシートテレビを装備させました。機材に722と表示しているのがシートテレビ付きで、772と書かれているのは同じボーイング777-200型でもシートテレビはありません。このような違いはボーイング787のダッシュ8やダッシュ9でも見受けられます。ただ飛行機を選んで乗るより時間を選んで乗る方の方が圧倒的に多いでしょうから、いらない情報だったですかね。ここで気がついたんですが、飛行機がメンテナンスで遅れて出発したのは仕方がないものの、この先大阪で予約したランチに間に合うか不安になってきました。30分程度の遅れは計算に入れていたのですが、離陸した時間が10時近いですし、伊丹空港に着いてからレストランにちょっと電話する必要性がありますよね。ただ一生懸命電話で連絡しても全くつながらず、これはできるだけ早くレストランに着くようにベストを尽くす以外方法はなくなっちゃったって感じになっちゃったんですよね。阪急梅田駅から向かった先は JR 大阪駅の北側にあるグランフロント大阪です。ここは旧梅田貨物駅を再開発したエリアで、2013年4月に開業した複合商業施設となります。この南館の8階に今回ランチで予約した寿司綾瀬があります。今回は食べログから予約を行いました。予約時間が11時45分に対し12時の到着だったので15分ほど遅れちゃいましたね。それでも丁寧に迎え入れてくれましたよ。寿司綾瀬はもともと梅田丸便の地下2階にありましたが、2023年3月にグランフロントへ移転してきました。丸ビル時代は数回訪れましたが、移転後は初めての訪問です。
今回予約しているのは8800円のおまかせコース。つまみと握りのおまかせで寿司ランチにちょうど良い構成でした。寿司綾瀬の詳細は別動画にしてアップロードしますので楽しみにしてくださいね。寿司綾瀬でランチを食べた後は地下鉄御堂筋線に乗り、難波駅で近鉄線に乗り換えます。ここで想像がつくかと思いますが、これから向かう先は奈良です。最初は有料でも特急があればと思ったんですが、難波駅から奈良へ向かう特急はほとんどないんですね。なので最速は快速急行となりますが、それでも奈良まで35分程度で行けちゃうようです。大阪から奈良まで結構近いんですね。近鉄奈良駅には今話題の観光特急あをによしが停車していました。朝夕の一部を除けば基本京都と奈良を行き来していることが多いようですよ。車内の様子を覗いてみると見事に外国人だらけでほぼ満席になっているようです。近鉄奈良駅からタクシーに乗り、宿泊する宿へと直行します。すでにチェックインタイムの15時を過ぎているので、奈良観光はこのタクシーからの車窓にしちゃいましょうかね。それにしても奈良も観光客が多いですね。近鉄奈良駅からタクシーに乗って約5分、宿泊する宿に到着しました。今回宿泊するホテルがどこだかわかりますか？こちらです。夫婦奈良に宿泊します。今回で夫婦奈良は2回目の宿泊となりますが、前回と異なったレイアウトの客室に泊まれるとちょっと嬉しいですね。それでは客室に向かいましょうかね。今回は宿泊棟の2階にアサインされていたようです。夫婦奈良の宿泊記は別動画にしてアップロードします。今回は旅行記ですので、ダイジェストで夫婦奈良の映像を入れておきます。夕食は夫婦奈良のレストラン棟である日本料理適水でいただきます。先ほどの映像の通り、宿泊棟からは竹林を降りる形で徒歩で向かいますが、リクエストベースで車での送迎も可能となっております。2日目、朝から大雨でした。この雨で関西地区の JR に運休が出ているほどの雨の降り方です。昨夜は徒歩で向かった適水ですが、さすがに最初から車での送迎をお願いしました。白いご飯となっております。こちらお継ぎいたします。午前中は大雨でしたが、チェックアウトした12時には
雨は止んでおりました。夫婦奈良は基本午前11時がチェックアウトタイムですが、今回は一級ダイヤモンド会員の特典となります。近鉄奈良駅までは行きと同じくタクシーで向かい、近鉄奈良駅に着いた5分後にちょうど特急京都行きがあったので、慌てて特急券を購入し乗車しました。奈良を早く離れた分、京都でいくらか観光に時間を割り振ることができそうです。まあ急に決めたことなので、京都のどこに行くか観光ブックを見て一生懸命頭の中で整理しています。とりあえずホテルに荷物を預けるでしょう。ホテルもチェックイン時間に入って夕食前に客室を設営したいし、などなどいろいろ考えている合間に京都駅に到着しました。そういえば青荷吉のことをすっかり忘れておりました。うまく奈良で観光でもしていたら青荷吉と合わせられたかな。京都駅からホテルまでは徒歩で向かいます。まあ自分でも徒歩圏内とは言えない距離でしたが、街歩きをするのも好きだし、歩きながらの観光もできますしね。2日目に選んだホテルはフォションホテル京都です。フォションホテル京都はフランス・パリのグルメブランドフォションが手掛けた海外進出第1号ホテルですね。建物はもともとあったビジネスホテルを大きく改装しているので、外観と内装のギャップの差が激しいのも面白いところです。まずは荷物を預けてチェックイン時間の15時までの間にちょっと観光でも行ってみましょうかねと思ってエントランスのスタッフに声をかけたんですけれども、なんとすでに客室の準備が整っているのでチェックインもできるとのこと。そう言われちゃうとまだ13時20分くらいなんですけど、チェックインして客室に入りたくなる性分なんです。まあ普通の人とは違って客室の撮影もありますからね。フォションホテル京都の宿泊は約1年ぶりですが、前回と比較して大きく変わったところもありました。10階にあったレセプションと2階にあったティーサロン、サロンドテフォションがチェンジし、2階にレセプションが設置されておりました。まあ確かに10階にレストランやバー、ティーサロンなど飲食店を集約させた方が利用しやすいですしね。ウェルカムのマカロンやハーブティーに関しては変わりはありません。ラウンジも一回り大きくなった感じも受けますし、さらにフォションホテル京都では新たな試みも試しているそうですよ。大々的には宣伝はしていないそうなので、どういうものかに関してはここでは言えませんが、フォションホテル京都に宿泊する機会ができましたら発見してくださいね。フォションホテル京都の宿泊期に関しましては別動画にしてアップロードする予定です。夕食は烏丸御池にある室町ゆいです。ただフォションホテル京都から室町ゆいまでバスや電車で上手に行けるルートがないんですよね。一番いい選択はタクシーだと思うんですが、急に歩いてみたいという衝動に駆られちゃいましてね。錦市場を通って歩いてみたんですけど、約40分ぐらいかな、かかっちゃいました。ちなみに20分の遅刻でございます。室町ゆいは2019年12月に烏丸御池駅近くの押小路通り沿いにオープンした完全予約制の懐石料理店です。2024年にはミシュラン一つ星を獲得しており、京都でも大好きなレストランの一つですね。初めて訪れたのは2020年1月のことで、その後京都へ行く機会があればできるだけ室町ゆいを訪問しています。というよりは室町ゆいで懐石料理を楽しみたくて京都へ行っているかもしれませんね。
室町結衣での夕食は2024年6月訪問分として別動画にしてアップロードする予定です。これは何だと思いますか？毛ガニ朴葉寿司です。寿司になっていますが崩しながらいただきます。盛り付け方も素敵ですよね。さすがに室町結衣からの帰りはタクシーにしました。タクシーから眺める京都の街並みを見て、よく星野ホテル京都から烏丸御池にある室町結衣まで歩こうと思ったものだなって感じちゃいましたね。確かに距離がありました。ホテルに戻った後はバスタイムを楽しんで寝ることにしましょう。なんといっても時間はすでに23時近くになっていました。1日目、朝食は星野ホテル京都のダイニングレストラングランカフェホションです。最上階にあるこのレストランは京都東山を一望できる素晴らしい景色を持っています。ただ東側にあるので晴れると午前中は日が直接差し込んでくる難点もありますけどね。なので一番奥のソファー席に今回は座りました。さすがは美食ブランドの朝食で全てが美しくクオリティが高いですね。初めて利用した時と比較すれば変更された部分もありますが、星野ホテル京都の朝食は結構好きですよ。ちなみにシャンパンは一級ダイヤモンド会員の特典の一つでした。星野ホテル京都での朝食は宿泊期の際に詳しく紹介しますね。星野ホテル京都を12時前にチェックアウトし、帰宅の途に着きます。行きは JR 京都駅から歩いてきましたが、帰りは京都河原町駅から阪急京都線に乗ります。星野ホテル京都から京都河原町駅までは徒歩で10分ぐらいですかね。京都河原町駅は京都一番の繁華街四条河原町にあり、高島屋や大丸京都などのデパートもあります。今京都嵐山の方から流れる桂川を渡ってますよ。特急阪急梅田行きに乗車したので、途中高槻市で準急に乗り換え、南茨城駅から大阪モノレールに乗って伊丹空港へと向かいます。伊丹空港でお土産を買って搭乗する飛行機のチェックインを行い、保安検査場を通過しました。伊丹空港からの帰りは羽田空港へと向かうのではなく、成田空港行きのフライトに搭乗します。伊丹成田線は ANA で1便、JAL で1便飛んでいます。少ないように感じるかもしれませんが、役割としては千葉県民のためではなく、国際線の乗り継ぎ客重視の路線なんですよね。私にとっては成田伊丹線は活用したいフライトなんですけど、機材も小さく割と席も埋まり使いづらい時間帯なので、京都の場合は新幹線を利用する方が多くなっちゃうんですよね。実際に搭乗したら周囲は外国人だらけで、伊丹羽田線との客層の違いが明確に現れています。またスーツケースを機内に持ち込んでも空いている荷物棚のスペースを探すのもちょっと大変です。
成田空港に到着しました。今見える飛行機は国際線のボーイング787-9ですね。国内線は沖合スポットでバス移動が多いですが、今回は運よくボーディングブリッジでした。手荷物の受け取りレーンは AB の2つしかありません。ピーチ社との共用になっています。テイクアウトでおすすめなのは第1ターミナルの4階にある築地寿司は成田空港店です。比較的に値段はそこそこしますが、折り詰めで隙間なく詰められた寿司、このスタイルに魅了されちゃうんですよね。今回はおまかせを注文したらこんな感じの構成でした。ウニ、アワビも入っている豪華なお寿司です。今回の関西旅はいかがでしたでしょうか。食べる、泊まるが中心で、他は移動するしかなかったですかね。それでも徒歩や車窓で十分に観光もできたと思っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。